本日12月4日朝8時からガンダムカンファレンス2024ウィンターの内容が公式ガンダムチャンネルで公開されました。そこでは今度2025年に大阪の万博で行われる内容やガンダムメタバースについての最新情報だけではなく、まさかの水星の魔女に続くテレビアニメ新作となる機動戦士ガンダムジークアクスが発表されました。ジークアクスはエヴァなどを制作されているスタジオカラーとサンライズによる作品ということで、ガンダム作品にまた新たな一面を見せてくれるのではないでしょうか。ということで今回はそんなガンダムカンファレンスで発表されたガンダムの新作や最新情報についてまとめて見ていきたいと思います。1、万博の最新情報。まず2025年4月13日からスタートする大阪万博の最新情報として、もともと横浜に設置されていた RX78F00 ガンダムが再び建てられることが発表されていましたが、今回新たに商品展開に関する情報も公開されました。その中で発表された商品として注目されるのは RX78F00E グラスフェザー装備です。このガンダムはソーラーパネルを装備しており、環境に配慮した新しいコンセプトのガンダムという印象を受けます。もともと初代ガンダムには没案としてちょっとマジンガー Z がつけていそうな翼というオプションパーツが存在したので、それが現代風になって登場したのかもしれません。また商品展開として144分の1スケールのモデルやロボット魂、そして超合金のモデルが公開されています。ただこのラインナップには100分の1スケールが含まれていません。横浜ガンダムは100分の1も販売されていたので、今後の商品展開で100分の1スケールのモデルも追加される可能性があるのではないでしょうか。その他には万博のスタッフが着用するユニフォームのデザインやハロも公開されています。パビリオンは2025年1月13日から入場予約開始とのことなので、興味のある方はぜひ予約してみてはいかがでしょうか。2、ガンダムメタバース第3回目の期間限定ベータテストが明日12月5日から4日間にわたり開催されることが発表されました。アバターに関してはこれまで一般人向けのデザインが中心であったため、もっとガンダムらしい要素を増やしてほしいという意見がネット上で見られました。今回のテストでは連邦軍の制服が登場するなど一般的な衣装に加えガンダム的な要素が増え、進化が見られる印象です。また初音ミクとのコラボも発表され、新たな魅力が加わりました。さらに従来から提供されているガンダムショップやデジタルジオラマ、フォトギャラリーに加え、新たにミニゲームの機能が追加されることも明らかにされました。ミニゲームの映像からはガンダムブレイカーに似たゲームを感じられます。さらにスマートフォンでガンプラをスキャンしてゲームを楽しむことが可能になるとのことで、まるでガンダムビルドシリーズのように自分流の俺ガンプラを利用した遊びが現実になる日が近いのかもしれません。まだ課題は多いかもしれませんが、少しずつ進化を遂げている様子が感じられます。今後の展開に期待したいところです。3、ガンダムゲーム。今回新しく発表されたのはガンダムカードゲームというタイトル。こちらはゲームセンターで現在稼働しているカードゲームアーセナルベースといったものとは違い、実際にカードを使って直接対戦するトレーディングカードゲームのようです。いつから発売されるのかはまだ分かりませんが、 PV を見る限り徐々に大会なども企画されていくかもしれません。またもう一つ SD ガンダム G ジェネレーションエターナルの PV が公開されました。こちらは G ジェネレーション作品の後継ということですが、媒体はゲーム機ではなくスマホアプリとなります。そのため無料である程度プレイすることもできると思いますが、個人的には課金要素がどうなっているのか気になるところです。なお本作はネットワークテストをこれから開始ということで応募が始まっています。興味のある人は公式ホームページを見てみるといいのではないでしょうか。なお他にガンダムの新作ゲームといえば、2021年の時点でガンダムシードの新プロジェクトイグナイテッドが発表された際にガンダムシードのゲーム新作開発も発表されていますが、こちらは一向に音沙汰ありません。また11月に発売されたガンダムエースではオーバーブーストの新作に対するプロデューサーインタビューが掲載されているので、今度2月に開催される全国大会ではオーバーブーストの次の新タイトルが発表されるのではないでしょうか。
4、機動戦士ガンダムジークアクス。本日最大の注目を集めたのは、ガンダムシリーズの新作アニメ機動戦士ガンダムジークアクスの公開発表です。制作はサンライズに加え、エヴァンゲリオンシリーズを手掛けてきた株式会社カラーが共同で担当。監督がエヴァンゲリオン新劇場版なども務めておられた鶴巻和也氏ということで、これまでにない新たな展開が期待されます。本作のスペースコロニーの形状は従来の宇宙世紀シリーズに近い印象を受けます。しかしその世界観は非合法なモビルスーツ決闘競技クランバトルが中心となっており、試合では模擬戦で相手のモビルスーツの頭部を破壊すれば勝ちというルールが設定されています。この点は G ガンダムの格闘ルールに似ていますが、物語が進むにつれて競技から本物の戦争へと発展していくのではないでしょうか。主人公の天手ゆずりはは女子高生で、スペースコロニーでの生活しか知らず、地球の海を見たことがないという設定です。従来のガンダム作品のようにストーリーの途中で地球に行き、そこでの体験を経て再び宇宙に戻るという展開があるかもしれません。モビルスーツのデザインはエヴァンゲリオンシリーズのデザインで知られる山下育人氏が担当されており、従来のガンダムシリーズとは異なる独特のスタイルになっています。エヴァンゲリオンでは人間がエヴァに組み込まれているという設定があるので、また中に人間がいてもおかしくなさそうですが、個人的にはガンダム前作の水星の魔女でも似たような要素が描かれたため、さすがに2回連続で同じような展開にはしてこないと思うものの、どのような設定が用意されているのか気になるところです。またストーリーの記述を読むと、主人公であるアマテがジークアクスでバトルの日々に身を投じるとされています。しかしそれとは別に修二という少年が登場するガンダムと思われる機体がジークアックスの前に姿を現すとされています。つまりジークアクスはガンダムではないのか、あるいは物語の中でジークアクスが徐々にガンダムであることが明かされるという展開が予想されます。また修二が乗る機体が物語の序盤に登場し、ジークアクスとの関係性やストーリー上の鍵を握る存在となる可能性も考えられます。ジークアクスというタイトルにもかかわらず、ガンダムという名称がどのように絡むのか謎めいた部分がストーリーの大きな見どころとなりそうです。従来の宇宙世紀シリーズのコロニーに似た世界でありながらも、作風は斬新な印象を受けるので、ガンダムの世界観に馴染みやすい新規ファンを取り込む狙いが大きいのではないでしょうか。まだ放送日は発表されていませんが、2025年1月17日から先行で映画館で一部話数の再構築版が上映されるとのことなので、本放送は4月スタートだと思われます。ということで、発表された新作情報まとめでした。ちなみに今回のガンダムカンファレンスでは、先行のハサウェイ第2部に関する続報は一切公開されませんでした。2025年の公開が予想されていましたが、情報がなかったのは驚きです。すでにかなりの時間が経過しているため、そろそろ新情報の公開を出してほしいところです。皆様がこれからのガンダムに求めることも、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。